SK 本舗さんのキャラクター、マスコットキャラクターだった SK 翔子さんですね、の STL データを拾ってきて入れてますけれども、今まではですね、マルチマテリアルユニットって、例えばこの目のところを、このね、ここを黒くしようとかね、ここを口は赤くしようとかですね、この髪の毛は紫にしようとかですね、ここのエプロン、黒にしようとかっていうのを、データ上で STL 上で分割してないと、マルチマテリアルユニットでですね、ここで指定ができなかったんですよね、色のチェンジが、指定できなかったんですけど、このマルチマテリアルペインティングっていうことをですね、この機能を使うことでですね、この中でお絵描きみたいにこれできるようになったんですよ。ちょっとやってみるとですね、ちょっとブラシ機能でですね、例えば、ここですね、この髪の毛をちょっと色変えたいなと思ったらですね、こんな風にしてね、色をつけれます。こんな感じね。塗り絵みたいな感じで塗っていくわけですね。でそうすると、ここだけちょっとこう、なんかメッシュ入れた、人みたいになっちゃいますけど、ここだけね、色を変えることがね、できるようになってるわけです。で、スライス実行するとですね、どうなるかというと、ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ちましょう。これね、ちょっと時間かかります。こんな感じです。これ、ワイプタワーをね、ちょっとご覧いただければと思うんです。ここでフィラメント捨てるんですけど、こんな感じ。このね、オレンジ色の仮にフィラメントでガーッとプリントしてたらですね、ここでチェンジをしてくれるわけですね。ここでね、この、ちょっとこう、ピンク色というか、こんな感じのフィラメントに、チェンジ、自動でしてくれるんですね。これすごいですね。これすごいです。で、こんな感じで、今までは、単色でしたよね。これも1個の STL データに対してやっぱ単色のフィラメントを配置するっていうことしかもうできなかったんですけど、もうプルサスライサー 2.4.0 以降はですね、こうやって自分でですね、こうやって塗り絵みたいにしてですね、こうやって塗って、ここだけ色変えたいなみたいな時にマルチマテリアルユニットをですね、使うことで、自動的にね、こうやってくれるという機能なんですね。で、これはですね、スマートフィルとそれからバケットフィルっていうね、この機能を使うことでもっとね、今結構塗るのめんどくさかったんですけど、もっとシンプルにね、塗れるようになってますんで、これいろいろやってみると面白いと思います。なので、近日中にですね、この SK 翔子さんのですね、ちっちゃいこのデフォルメフィギュアですね、これをマルチマテリアルユニットでプリントしてみたいと思いますということでですね、でこれをやってみると、どうなるかということですね。これやってみるとどうなるかっていうと、こんな感じになります。ちょっと見えるかな。これね、ルーシーキャットっていう、データなんですけど、元は単色のデータなんですね。元は単色のこういうデータになってます。こんな感じのデータ。だけど、今のね、マルチマテリアルペインティング機能を使うことで、ここにね、尻尾の先っちょにちょこっと、フィラメントをね、切り替えて、で、この胸のあたりにですね、ちょこっとこう、フィラメントの切り替えを、入れたところですね、マルチマテリアルユニットでこのように、2色、のね、プリントができちゃったということですね。はい、これがですね、大きな違いで、分かりやすいモデルでいうと、これかな。今まではですね、こういうものを作ろうとしたときに、ここが別パーツ、ここが別パーツ、で、ここが別パーツ、目も、当然別だし、このね、頭のところ、銀のところも、別パーツで、3D CAD とか 3DCG の中で別パーツに分割したものを読み込ませるっていうことをしないと、これ今までできなかったんですけど、もうこれからはですね、こう迷わずに済むというか、そんな細かいデータ分割しなくて済むっていうのはね、この、バージョンアップの一番すごいところだなと僕は思っていて、これマジでゲームチェンジだと思います。だし、マルチマテリアルユニットを躊躇してた方、そのデータ分割とかうまくやれないなっていうことで躊躇してた人にも、こんな風に、ね、こんな風にお絵描きみたいな色分けで、こう、ね、マックス5色ではありますけども、フィギュアみたいなね、データとかね、例えば、今、見せたというかご覧いただいたこの猫もですね、三毛猫みたいなことできるわけですよ。こっちにここに色変えて、ここ色変えてみたいなことを、こう、塗り絵みたいにしてできるんですよね。で、これは、面白いというかですね、すげえなぁと、このバージョンアップはマジすげえって思ったっていうところですね。実際プルさんのですね、ツイッターでも、多分これの機能が一番最初にフィーチャーされてて、次のアップデートでこうなるよっていうふうに、出ているので、やっぱりこう売り込みたいというかね、多分その強調したいアップデートなんだなっていうふうには思います。